キラーバグを巻きます。トビケラやガガンボの幼虫、あるいはブナムシ。要は芋虫を模した毛針です。今回巻くものはユタキラーバグというバリエーションです。オリジナルのキラーバグを巻きやすくしたものです。キラーバグ、確実に毛針を沈めて魚をかけたいとき、そういうときに使います。解禁当初ですとか、晩秋、要は低水温、低活性などで、魚が水面直下とか、あるいはドライフライで反応がない、そういった場合に試してみてください。で、キラーバグの特徴はですね、まず非常にシンプルです。もう一つ、ハックルがない。これも一つの特徴です。ハックルがないと水流の影響を受けづらいです。受けづらいということは沈みやすいということになります。普通毛針ですとか、毛のあるものよりもより深い水深に毛針を送り込みやすいというものです。今、ハックル高いですから、ハックルちょっと手に入らないよという方、あるいはですね、自分で巻いた毛針で魚を釣ってみたいという初心者の方、そういった方にはおすすめできる毛針です。では、マテリアル。フックです。まずフックはですね、マルトの C46 ファインワイヤーというものです。今回は12番です。カーブドシャンクのフックです。別に針がまっすぐなもの、ストレートシャンクのフックを使っても問題ありません。要はですね、針の太さがある程度あればいいよということです。ドライフライフックなんかではたまに選ぶとですね、ものすごい細軸のものなんかもありますので、そういったものは避けてください。巻きやすいのは12番前後ですね。もし、ヒゲナガカワトビケラとかガガンボとか、そういった大きめの芋虫を意識するなら、6番あたりまで視野に入ってくると思います。マテリアル、さらに、こちらはコパーワイヤーです。これは100均で買ったものです。線形が30番、太さで言うと 0.3 ミリ、約 0.3 ミリです。そして、毛糸。今回使うものは、ジャミソンシェットランドスピンドリフトというものですね。毛糸。これもですね、100均に売っている似たような色の毛糸で代用できます。で、カラーはですね、ベージュの、濃いもの。これ薄いものですね。薄いもの、あるいは濃いもの。他には、黄色、マスタード色ですね。マスタード色。あとはグリーン。このあたりはおすすめです。あともう一つ、瞬間接着剤ですね。こちらは、ウェイトの固定に使います。では、タイイング。まずは、フックに瞬間接着剤を置いて、中央にコパーワイヤーを巻き付けます。コパーワイヤーはウェイトですね。こちらは別に、鉛のレッドワイヤーでも問題ありません。大きい毛針なんか作るときには、レッドワイヤーの方が作りやすいと思います。コパーワイヤーを巻き付けていきます。だいたい中央から巻き進めていきますね。重くしたいよっていうときは、たくさん巻き付けてください。余ったところもね、切ってもいいですし、巻き付けてもいいです。中央に、ウェイトのコパーワイヤーを巻き付けました。次、スレッド。今回はユニの80、ユニ8、ラスティブラウンというカラーです。1個分分けて巻き始めます。こちらの余った糸ですね。これを使って、この糸を使ってウェイトを固定していきます。
余った糸をウェイトの後ろ側で固定します。4回巻きました。手前側、また今度ヘッド側に折り返します。同じように、今度はヘッド側で固定します。1、2、3、4。これで、コパーワイヤーの上に2回こちらの余った糸がついてますね。もう1回折り返します。今度は奥側。同じように巻きつけます。しっかり巻いてください。抜けないように。こうすることで、レッドワイヤー、重り動かなくなりますので、かなりしっかり固定されます。固定したら、スレッドをベンド側、後ろの方まで巻き進めていきます。この辺かな。次、毛糸を巻きつけます。毛糸をフックの背中側に固定します。背中側ですね。背中側に固定して、しっかり背中に乗せてください。しっかり固定したら、今度はフックの頭側まで巻き進めていきます。しっかり背中の中央に乗るように巻いていってください。で、真ん中あたりまで来たら毛糸を斜めにカットします。毛糸を真横に引っ張って、ハサミを斜めに入れてやります。こうすることで、テーパー、要するに先細りの形になって非常に蒸しやすく、蒸しっぽく仕上がります。相側まで巻き進めました。次に毛糸を巻きつけます。で、もし頑丈に仕上げたい場合は、この部分ですね。この下地の部分に瞬間接着剤かヘッドセメントを入れてやると強く仕上がると思います。一応ワックスも入れましょうね。では毛糸を巻きつけていきます。隙間の開かないように密に巻きつけていきます。ヘッド側まで来たらスレッドでキャッチ。カット、毛糸をカットしてやります。で、最後にウィップフィニッシュします。しっかり締め込んでやって、スレッドをカット。最後にヘッドセメントを入れて完成です。キラーバグ。非常に古くから使われている伝統的な毛針です。オリジナルは、コパーワイヤーと毛糸のみで巻くんですが、今回のようにスレッドを使っても全く問題ありません。スレッドをですね、例えば蛍光のオレンジですとか、蛍光の緑にすると、濡れた時に毛糸が派手な色にしてきて、かなり生めかしく仕上がります。マテリアルにこだわらなければ、100均で代用品が手に入ります。100均の毛糸であればですね、カラーバリエーション、色もたくさん、試すことできますので、非常に
リーズナブルに始めることができると思います。ぜひ試してみてください。